こんにちは。今回私は山口県の萩市とその西側の地域に旅行に行ってきました。山口県への旅行は2年連続となります。連続で旅行したくなるくらいとてもいい場所だと思います。今回の動画では本栖神社、角島、そして山口県で食べた美味しいご飯を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。今回私は山口県の萩市とその萩市の西側のエリアに行ってきました。萩市は山口県の日本海側にあります。東京から萩への行き方はいろいろあるのですが、今回私は萩岩見空港から車で行きました。まずは長門市にある本栖神社から紹介します。この神社は海へ向かう鳥居が123基あり、起源としては昭和の半ば、地元の方が白虎のお告げを受けて建立したそうです。商売繁盛や大漁、海上安全など多岐にわたるご利益があるようです。ここで注目したいのが、鳥居ももちろん綺麗なのですが、海を見てください。とても綺麗です。ここもですが、他のところも山口県の日本海側の海岸、とても綺麗なところが多いと思います。海の近くは結構寒かったですが、水仙は咲いていました。駐車場が山の斜面に数段に分かれてあります。一番上の段の遠いところよりも中段の階段近くの方が神社には近いと思いました。本栖神社は以上になります。次に角島大橋について話をしたいと思います。全長1780メートルのこの角島大橋は2000年に開通しました。橋に隣接して展望デッキがあり、とても綺麗な橋を横目で見ることができます。また、橋の東側の坂の上に登ると、橋を上から一直線に見ることができます。駐車場がなく路駐をするのも嫌だったので、私は駐車場から歩いて坂を登りました。展望デッキとは違い、橋が一直線に全て見ることができるので、とても綺麗です。しかも高いところから全面を見下げるので、海の綺麗な色がよりわかりやすくなります。橋の横の砂浜にも行けるようですが、私は靴の中に砂が入るのが嫌なので行きませんでした。次は角島です。角島大橋とか角島は地域としては下関に入ります。角島は遊ぶところがたくさんあるようですが、私は今回灯台と潮風の里に行ってきました。角島灯台が初点灯したのは1876年です。今では日本に2基しかない無塗装の灯台の一つとなっています。歴史的文化的価値の高い A ランクの保存灯台で、日本の灯台50選などに選ばれています。そして国の重要文化財にも指定されている建物があります。この灯台はもちろん、その横にある官舎、倉庫などが該当しています。それから北長門海岸国定公園内に含まれて、灯台周辺は角島灯台公園となっています。現在でも使われているそのような貴重な灯台に登ることができます。灯台の中は螺旋状の階段になっており、そこまで広くはありません。階段は上までで105段あります。そして灯台の頂上に出るところは昔のお城のようなすごい勾配の階段があります。そのなかなか大変な階段を登り切った後、灯台の上から見る海、すんごく綺麗です。この日は風が強すぎたので音を切っていますが、本来だったら波の音も聞こえたのかなと思いました。それぐらい海に近い場所にあります。階段を登ったら降りなければならない。これがなかなかきつかったです。灯台に併設されている資料館では、灯台の中のレンズの話や
設計者の話など資料を見ることができます。あとはお土産屋さんが近くにあり、お土産屋さんの屋上に登ることができます。そこからも海だったり灯台を見ることができます。ただ海に関しては灯台の上から見た方が綺麗だと思いました。角島灯台は以上です。次に私は潮風の里に来ました。場所で言うと角島の真ん中あたり、キュッと狭まったところにあります。ここで私、わかめのソフトクリームのポスターを見ました。ただ残念ながらレストランが営業時間外のため食べることができませんでした。とても気になります。ものすごい心残りです。そしてこの潮風の里の海岸側、Google マップで見ると潮風コバルトブルービーチという名前がついていますが、ここ海がとても綺麗、そして砂浜も白くてとても綺麗だと思いました。その島を後にした私は萩のホテルに戻る道中、長門市にある千座キッチン、道の駅千座キッチンに行きました。珍しい名前だなと思ったら、ここ千崎という場所にあるらしいです。だから千座キッチンなんでしょうね。千座キッチンとはどんなところか、ホームページを見ると、キッチンで食べる、ダイニングでつながる、リビングで遊ぶと書いてあります。お腹が空いていたのでご飯を食べるために立ち寄ったのですが、確かに面白かったです。ただ営業時間外の店が多かったので、細かいところまで見ることはできませんでした。私はこのお食事処本丸でご飯を食べました。とても美味しかったです。そしてお店の中で海が見える席、座ることができました。海を眺めながらご飯を食べる。群馬県人には最高の思い出です。お土産コーナーもあり、いろいろ買ってみたのですが、ホテルに着く道中、車の中でほぼ食べてしまいました。今回の旅行は2泊3日で行ってきました。その2泊とも萩ロイヤルインテリジェントホテルに宿泊しました。東萩駅のすぐ横にあって、しかも萩の中では高い方にあたる建物です。展望デッキなどもあり、萩市街を一望することができます。こうやって見ていると、萩の市内で一番高いんじゃないかと思ってしまいます。車も地上置きできてとてもいいホテルなんですけど、夜気をつけてください。周りに何もありません。そして夜9時なのに、この通行量の少なさ、一言で言うと、寂れています。橋の上に立って川とか見ると怖いし、コンビニに行くのもこの暗い中を歩いていかないといけません。コンビニまではホテルから徒歩10分かからないくらいで、セブンとローソンが並んでいます。ただ夜9時なのにこの車通りのなさ、すごいです。そして私はローソンを選びました。萩の夜はつまんない。そんなことはありません。夜は長いです。部屋に置いてある知恵の輪をずーっとやっていると、いつの間にか時間が過ぎています。3種類あって、私は2種類しかできませんでした。旅行先の夜、知恵の輪をやって過ごす。これはつまらないとかそういうわけではなくて、いい意味で田舎と捉えてください。空港から萩に向かうときや、萩から空港に帰るとき、それから少し萩から離れた大分山多々良製鉄遺跡に向かう道中など、車からの車窓がとても綺麗です。ドライブしていてとても気持ちいいです。ただ綺麗だからといってよそ見をしていると危ないので、安全運転でドライブを楽しんでください。私はカメラを助手席側にセットするので、萩から空港に向かう時が一番海をきれいに撮影できます。ちなみに爽快感を出すために速度は倍速にしています。何倍速かは秘密です。今回の旅行で刺身や刺身貝たくさん食べました。萩にも萩シーマートという道の駅があります。西日本の道の駅のご飯、なんでこんなに美味しいのでしょうか。
いつも思います。美味しいもの食べたかったら道の駅に行けば間違いないと。で、この刺身の定食1900円でこのクオリティ。美味しすぎて、フグの刺身とか寿司とか、あとフライとかね、別で買ったりして食べました。あと、萩って夏みかんが有名なんですね。夏みかんといえばもう夏みかんソフトしかありません。私、今回の旅行で2回も食べてしまいました。とても美味しかったです。あとは揚げ物が有名なんですね。手軽に食べられて、しかもとても美味しかったです。あと、横のお店にハギプリンというものがあって、これも美味しかったです。あと、イキイカというのを初めて食べました。箸が触れた瞬間に動き出してちょっと驚きましたが、とても食感良かったです。刺身の盛り合わせもサーモンとかありますが、多分地魚も入ってたと思います。美味しかったです。群馬県に住んでいる私は高崎駅が旅のスタートとなります。そして今回は羽田空港から萩岩見空港まで飛行機で行きました。この路線は羽田空港ではサテライト出発となるので、滑走路に向かう飛行機の横をバスで走っていきます。とても面白い体験でした。また、この日は晴れていたので富士山がすごく綺麗に見えました。羽田から萩岩見空港に向かうときはエアバスの A321 だったのですが、萩岩見空港から羽田に帰ってくるときはボーイングの B737 でした。皆さんはエアバスとボーイングどっちが好きですか？私はいつも寝てるのでどっちでもいいです。今回山口県に2年連続で行って思ったこと、それはやっぱり萩も萩以外もとても面白いし、ご飯も美味しいと思いました。萩の街中については他の動画でまとめたいと思います。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。山口県の日本海側に興味を持った方はコメント、いいねボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。